今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは夜寝る前に日本語を勉強している皆さんと一緒に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今日のテーマはとてもシンプルなようで実はとても深いテーマです。なぜ日本人は家で靴を脱ぐのでしょうか？外国人の方から本当によく聞かれる質問です。日本人は清潔好きだからでしょう。そう思う人が多いかもしれませんが、実はそれだけでは説明がつきません。今日はこの靴を脱ぐという行為から日本人の考え方そのものを少しシェアしたいと思います。モンチはそこにいます。ちなみに。はい。以前ね、私はアメリカに行った時に、アメリカ人の友達の家に泊まったことがあります。私の体感なんですけど、どちらかというと、今の若い世代のアメリカ人の人は結構ね、靴を脱ぐ文化っていうのがね、浸透してきていたりするんじゃないかなって思うんですけど、どちらかというと、年配の方とかは、あんまりね、靴を脱ぐ文化がなかったりしますね。やっぱり、アメリカのね、友達の家に泊まった時に、靴を脱がなかった。私は靴を脱いだけど、友達はなぜか靴を履いているというね、その不思議な状況に、個人の自由なのはわかるけど、ややね、ちょっと疑問に思ったことはやっぱりありました。ちょっと不思議な感じ。あとは、純粋な疑問としてね、みんなは靴を履いたままでリラックスできるのかななんても、思ったりしました。なので、やっぱりね、まだ日本人の私にとって靴を履いている時っていうのは、なんとなくね、まだ外にいるような感じがするんですね。ちょっと落ち着かない感じ。はい。ということで、具体的に皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さて、民族学では日本人の考え方を説明する言葉に、内と外という概念があります。日本人は物事を内側と外側に分けて考える傾向があります。ここで言う内とは単に家の中という意味ではありません。家族、仲間、安心できる場所、つまり自分が所属している側のことです。逆に外とは他人、社会、仕事、人混みなど自分がコントロールできない世界のことです。つまり日本人にとって家とは単なる建物ではなく安心して自分でいられる側の世界なんです。ここで重要なのが玄関です。海外では玄関はただの入り口かもしれません。でも日本の玄関は少し違います。多くの玄関には段差があります。そして靴を置く場所があります。そして家の中に入った時に靴の向きを揃えます。これは単なる生活の工夫ではありません。玄関というのは外から内へ切り替わる境界なんです。よくね、玄関は家の顔っていう風に言ったりもするんですね。なので、つまり日本の家ではドアで単にね、区切られているというよりかは、玄関で世界が内側と外側で区切られています。また日本には昔から汚れという考え方があります。これは汚いという意味ではありません。
人混み、社会、トラブル、疲れ、そういった外の世界に触れた状態のことを言います。よく、神道ではね、よく、みそぎをすることが大事。人間っていうのは生きていたら、やっぱりいろいろな人からの影響を受けたりするから、そういったものをね、きれいに、自分を常にきれいに保つことが大事ですよっていうふうにも言ったりするんですね。ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、なので日本人は帰宅すると必ず手を洗ったりとか、着替えたりとか、お風呂に入ったりという行動を自然にします。そして、外の世界を一番強く象徴しているものが靴です。靴はね、外の地面を歩いたもの。前にね、SNS で日本の渋谷を白い靴下で歩いてみたけど、すごく綺麗だったっていうね、動画があったんですけど、そういうね、物理的な汚い綺麗は置いておいて、日本人は外っていうのは、ある種汚れをね、受ける場所っていうふうに多分知らず知らずの間に感じていると思います。なので玄関でそれを脱ぐことは、家の中にそういったね、外で、出てきついてしまった汚れっていうのを家の中には持ち込まないっていう、そういった、行動の表れなんじゃないかなって思います。正直言ってカルチャーショックの一つとして、海外の人って時々夜お風呂に入らない人がいると聞いてびっくりしました。多分日本人の 90% ぐらいの人は夜寝る前にお風呂に入ると思います。もちろん中には朝にもお風呂に入りたいって人がいると思うけど、ただね、みんな夜は必ずシャワーを浴びたり、お風呂に入ったり、なんとなく、部屋の中でもね、特にベッドっていうのはすごく綺麗な空間でいたいので、そのベッドに汚い服の、入るっていうことが、やっぱりなんかね、違和感があるような気がします。なので日本人は特に、家の中のでもさらにね、寝室では本当に綺麗な状態でいたいっていう風な思いが強い気がします。結構ね、海外だとそんなにね、なんかそういう概念がないのかなって思うんですけど、朝入っても夜入っても変わんないでしょうっていう考え方なのかな。っていうのもね、やっぱり日本の湿気とかもあるのかもしれませんね。はい。さて、面白いのはここからです。日本人にとって靴はただの履物ではありません。靴を履くとき、私たちは学校、仕事、人間関係、役割の中に入ります。そして、帰宅して靴を脱ぐとき、その役割から離れます。スーツを脱ぐ、靴を脱ぐ、靴下を脱ぐ、そして床に座る。これはね、休憩ではなく、ある種ね、社会からの離脱なのかもしれません。なので日本人は靴を脱いだりとか、靴下を脱ぐと本当にリラックスすることができます。さて、日本人は欧米の国と違って、家に人を招かないことが多いです。これはね、すごく大事なポイントなんですが、日本人があまり家に人を招かない理由は、これも実は同じです。家はプライベート空間だからではありません。家というのは社会の中の自分をやめていい場所だからです。つまり家の中に入れるということは、その人を内側に入れるということです。なので日本人にとって家に招かれることは実はとても特別な意味を持っています。なので、海外もそうかもしれないけど、日本だったら相手の家に行くときに何かね、ちょっとしたお土産を持っていたりとか、すごくね、相手の大事な場所に入らせてもらうっていうところなので、ちょっとね、心構えがいるかもしれませんね。できたらね、手土産は持っていた方がいいかもしれません。はい。なので、ちょっとまとめると、日本人が靴を脱ぐ理由というのは、
清潔だからでも、礼儀だからでもないんですね。それは、外の世界と安心できる世界を分けるための行動です。そしてね、玄関で靴を脱ぐとき、私たちは無意識に、ただいまーというふうにね、言います。この言葉もね、同時に社会での役割を、終えていることを表しているかもしれませんね。皆さんは日本の靴を脱ぐ文化についてどう思いますか？ちょっとね、これに関連する話を最後にしようと思うんだけど、靴だけじゃなくて、日本人は靴下を脱ぐ人も多いと思います。家の中でね。私のパートナーはよく家の中でも靴下を履いているんですけど、私からしてみると、なんで家の中でも靴下を履いてるのっていう感じなんですね。なんか日本人のほとんどの人は家の中で靴下を脱ぐ人が多いんじゃないかなって思います。わかんないけどね。よくね、SNS とかでも若い女の子が、なんで私が結婚した旦那さんの靴下を毎回掃除しなきゃいけないのっていう風にね、不平を言ってる人とかもいるぐらい、みんなね、リビングに靴下を帰ってきたらね、脱ぐんですね。にゃー、脱いだの？全員が全員ってわけじゃないけど、やっぱそういう人が多いのもなんか面白いなって思いますけどね。皆さんの国では靴は脱ぎますか？そして家にいるとき靴下は脱ぎますか？ぜひね、皆さんがどんな時に帰ってきたリラックスできるって思うかね、ぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。それでは今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。それでは皆さん、おやすみなさーい。